4月末、私たちは代々木公園で開催された東京レインボープライド2022に行ってきました。アジア最大級の LGBTQ 関連イベントである TRP は今年コロナ禍で3年ぶりのリアル開催となります。入場規制などで規模を縮小したものの3日間で約6万7000人が参加しました。 LGBTQ+ の人たちへの社会的関心が年々高まっているようですが、その理解は十分に進んでいるとは言えません。偏見や差別が依然として存在しており、 LGBTQ+ の声がコミュニティ外に届いていないのが現状です。このような背景をもとに、今回は LGBTQ+ の当事者と関係者の方々に TRP の中心で叫びたい本音を直撃します。We're here to show our pride, of course, and show our support and our solidarity for our community. I'm part of the community and I'm here to support everyone who is part of my community as well, and I'm just here to have fun. I think Pride is about having fun, and I brought my family to their first Pride as well. So this is my mom, and that's my little brother, and my little brother also identifies as gay, and I just wanted to take him to his first Pride ever as well. How are you enjoying your first Pride? Yeah, it's really fun. I think I'm gonna go to the next Pride too. 我在我来日本之前，我就写了要来日本做的100件事里面就写到了有这个参加 LGBT 游行的这个事情，所以今天也算是完成自己的一个梦想吧。就是反对这些人，把这些恐同的人就灭掉，你知道吗？実はパートナーが外見は男なんですけど中身は女の子。結婚して8年目に実はちょっと外見は男なんだけど中身は女なんだよっていう風にカミングアウトをしてくれまして、まずショックでしたね。その男としてずっと見てきてたのに女性だって分かった時は本当にめちゃくちゃショックでしたね。パートナーに知られずに一晩泣きましたね。辛くて悲しくて、そういうことがあったから結局子供もできなかったわけだし、でも一晩考えて自分なりに一生懸命勉強をしてこれはパートナーの個性なんだっていうふうに思うようになりました。私はその男のあなたを好きになったからそのまんまでいいよと。だから外出るときはもう女の子の格好で一緒にデートしたり、もうとにかくなるべく手をつないであげて見守ってあげるっていうのが私の精一杯の気遣いですかね。That's a good question. I was outed by my sister at a Chinese restaurant. Not in a malicious way, she's just an asshole. And it's weird because I never, for a single day was mad at her. I was kind of relieved about it. But then my dad disowned me for 2 months, but it was fine. My mom threatened to divorce him, so. And then I was the only gay in my high school, and it was great. Because that was in the late 2000s, the late aughts, when LGBT things were kind of becoming mainstream. So it just feels cool to be the first one, I did it first, bitch. 当我跟我妈出柜的时候，我妈开始是很反对的，然后就跟我大吵了一架，然后我跑出去，我小妹妹就那时候我妹妹可能才8岁吧，她就跑出来追我，她问我为什么要跑出来，我就说因为我跟我妈妈说我喜欢男生，妈妈不喜欢我了，然后我妹妹就跟我说，她说喜欢男生怎么了呀？这喜欢就是喜欢呀，有什么？所以我觉得这个东西天生是没有歧视的，所有东西都是从偏见所教育什么的，对来的。对，当时的舍友有一位他就是很自信的，就已经很早就出柜了的室友。然后周围的人是对他是包容的，是 OK 的，所以我在一个很友好的环境下就出柜了。现在双方的父母都接受，然后我都已经互相带去见过家长。对对对，出柜比他更早，因为我很小就知道自己的取向。我幼儿园的时候就知道，哇，班长好帅，好喜欢。
对，那会儿真的是可能是早熟吧，但是到现在真的是还记得清楚。可能小时候心也比较大，然后周围那会儿，比如说老师、同学，大家就都知道哦，原来他喜欢的是男孩，他有这种概念。但是可能因为我们那个地方也是小县城，大家的也都比较淳朴，大家一点恶意都没有，也没有人说啊你怎么好像是跟别人不太一样，你这个人是不是有什么毛病，也没有。然后因为这样一个环境，就一直到之后，从高中到大学也都没有刻意的去隐瞒，也都还蛮顺利的。正式的说，大概是由大学毕业的时候就正式跟父母去说。确实一开始虽然父母心里有准备，但是他可能还是觉得以前孩子可能是小，并不是确定的。但真的听到确定之后，他们也一时间还是很难接受。大概我就跟他们又解释了1年左右的时间，最后父母那边也是 OK 的。然后最后我妈说了一句话，她就说我倒不是觉得你这样不对，也倒不是觉得你这样不好，就是我是担心别人对你不好，说如果你自己能有实力或者是有能力让自己过得更好的话，他那边都是 OK 的。差別とかそういう偏見って多分身近なところでいろいろ起きてることが多いと思うんですよね。だから暴言言われるとか何か嫌がらせを受けるとかじゃなくて、なんか視線を感じたりとか、逆にそういう話触れてくれないとか、特にプライとかゲイとかそういうセクシャリティに関すると、そういうのはもうどの国でもあるんじゃないかな。働いてた職場でレズビアンの女性がいたんですね。でとにかくもう恋愛対象が女性だと、それを言ってきた途端にみんなそのガラッと180度変えちゃったんですよね。以前我高中在这边上的嘛，然后我最好的一个朋友，一个男生，之前知道我是同性恋，然后他之前是觉得同性恋没什么的，他在我的面前，但是到别人班的时候，他就跟另外一个男生，也是一个中国人，就在这里讨论我说，他说同性恋什么好恶心，他说我很恶心什么的。感觉其实有很多人，他们还是内心还是反对的，只是他们现在到了这个时代，就是觉得恐同是一件就是丢人或者是会被别人骂的那种感觉，所以他们会装作就是不会针对你什么的那种感觉。其实可能还是有很多人他们是有反感的。 People see us as like not serious beings, like he said. They see us as like entertainers. Like, oh, you're gay, you must be funny. Oh, you're gay, you must be, you know, like you're on TV, you're famous, you know. But we're also just like heterosexual people. We want the same thing. We want marriage, we want rights, we want everything. I learned this word recently. It's called rainbow washing. So basically, like at Pride, everything is colored rainbows. But like after Pride, it's like, oh, like we don't exist anymore. It's like what's weighing us down is like, oh, we're just here like when it's a party, but we're not here if like it's like equal marriage or rights to like to your partner. Yeah, so of course. 自分の周りにそんな人はいない。この言葉かなって私よく聞くんですよ。でそれは本当にこの日本の現状を示している言葉でいないわけないじゃないですか。だけど見えていない。So I'm a teacher in a high school, in a public high school, and the biggest problem here is just the lack of visibility, the invisibility. I also think it's a bit self-imposed. Like this is just Japanese culture. It's very easy for me to, as a little imperialist, like storm into Japan and be like, y'all need to be more open about your identities and sharing who you are with complete strangers, but that's just not in Japanese culture. So I make an effort to come out to my students, and they're always like pretty amazed because the Japanese teacher would never do that. It's difficult to resist that Japanese impulse, the character of this culture. It's sort of a big generalization, but people are very just private about themselves, and so as a community, yeah, we have to be. I think we have to be more willing to just say fuck what people think. Like I'm walking around in fucking high heels with a flag. I don't give a fuck. Think whatever you want. So I would just ask Japanese people to be a little bit more willing to embrace their identities and to share, because the simple act of sharing who they are, like wearing a little rainbow pin, it's a very small thing, but it has a huge effect on society at large. 慣れてないからみんななんか親ってなると思うから。自民党がトップだから日本のその同性愛者に関することがあんまり変わらないのかなって。レインボープライドって方にもあまり来ないし、他の政党の政治家さんは来たりするんですけど来ないし、
違ってるのが変で悪いものだっていう考えて結構日本の皆さんとか思いがちだと思うんですけど、いやそうじゃなくって違ってるから素敵だよねとか、本当に普段いる自分の隣の人とかでも全然違うことってよく話してみると結構あったりとかするので、そういうところにまず気づけるみたいなこと。いろんな人種が混ざって一緒に生活できる世の中。Diversity means communities that are respecting and aware of the differences that all humans possess inherently, and it's often weaponized. I think it's unfortunately, like, I've been dehumanized. I was bullied in high school. Like, society, whether it's in my country or here, like, is telling me that I'm on the margins, that I shouldn't have equality, and then these big corporations come along and try to use my struggle and my pain and my suffering and my resistance for a profit. It just feels icky. So that's what I try to fight every day. 実はダイバーシティっていう言葉ってすごい昔から使われてたりするんですよ。例えばラジオのアンテナでダイバーシティアンテナっていう、1本よりも2本より3本のアンテナがあった方が山陰ビル陰に隠れてても、安定した受信ができる。企業においても社会においても同じだと思うんですよ。そのアンテナがいっぱい立ってるっていうこと、それが一人一人の個人であるということ、それを認めるっていうところが社会としての安定した基盤、会社だったら会社としての強さにつながっていくんじゃないかなと思います。I just want it. I want diversity. I love diversity. I think that's where ideas come from, and creativity and just progress comes from diversity. And I think welcoming diversity is a huge part of being queer. And this whole community is based off of diversity and supporting people who are different. So when I hear diversity, I'm just like, yes, more. That's just all I think, yes. When I hear diversity, I want to hear safe. I'm really hearing safety. I want everyone to have a seat at the table, for everyone's voices to be heard. And I want that at the top corporations. And I want the real decision makers to be people, who come from these backgrounds. Having diversity in your group also means you are able to know the different facets of life so it's actually your power to have diversity in your group because you have different points of view basically. 正好其实我现在的公司就非常的开放，然后其实前天还跟一个女生跟她聊，她说她以前的时候就非常想要变成男生，对女性的这个穿着很抗拒。然后他的 first kiss 初吻是给了一个女生，然后后面的话他又开始慢慢的其实对男生更有兴趣。现在的话呢就变成了他是做一个女生，然后是喜欢的就是男生，他中间有一个过渡，对，就性取向的一个过渡。在那个时候他非常犹豫，就自己到底属于 lesbian 还是属于什么还是 transgender 什么的，他没有办法确定。听他说了之后，我就觉得非常理解他，因为人的这个多样性就是在一条线上，我们就在各个点上面没有一个绝对，然后有可能会在这个点上还会变动，所以我们应该更加的包容每一个人自己的想法，不要觉得他是很奇怪或者是不属于某一类之类的，不管是性取向也好，宗教信仰也好，或者是年龄国籍都好。我想用张国荣的那个歌词的我来说，我就是我，是颜色不一样的烟火。年齢とか関係なくジェンダーレスな世界を日本でもぜひやっていきたいなと考えてます。ひなちゃん見てる？頑張るよ私。日本全国で同性婚ができるようになってほしいです。国籍関係なく言葉も関係なくみんなで一緒になって頑張りましょう。みんな仲良くしよう。I'm bisexual and I'm proud. 自分は自分。Your authenticity is your power. Bisexuality is valid and should be accepted by everyone. LGBTQ rights are human rights. Black trans lives matter. All trans lives matter. 人生は一回限り、楽しんだもの勝ち。みんな楽しもうぜ。勇敢愛吧。Love is love. Love yourself. I am really happy right now. You only live once, so enjoy that
out as much as you can and be honest. We're gay and we're proud. 今回 TRP に参加して学んだのは、自分も無意識的にバイアスを持っているということでした。親の世代にあたる人たちは固い印象でしたが、今回出会った方々はみんな明るくて楽しく生きているように感じました。無意識的なバイアスや偏見を自分を持っていることに気づき、なるべく決めつけ、押し付けの言動をしないことが大事だと思いました。最終日は雨となってしまいましたが、生き生きとした表情の方がたくさん見受けられ、私も元気をもらいました。このような雰囲気がより多く社会に広まることを願っています。